どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回は少しいつもとは違った内容なんですが、あのカメラが欲しいんです。すごく高くて、60万円ぐらいですか、してしまうというところもあって、資金調達をしていけたらなというふうに思っております。はい。ミッション、カメラ購入資金を集めろ。そう。これですね。ソニーの RX1R Mark III が欲しくて、欲しいというか、ちょっと使ってみたいと。というのもね、もう暖かくなりまして、春が訪れて、外にね、出れる季節になりました。いろんなカメラ持ってはいるんですけれども、やっぱりね、あの小さなカメラでね、6000万画素以上のフルサイズのコンデジとして使える、やっぱり唯一無二のね、やっぱ魅力を感じてるわけですね。ただやっぱりすごく高くて、60万円ぐらいですか、してしまうというところもあって、スペックの割にもすごくね、割高だなというふうにも思ったりはするんですけど、でもね、やっぱりあのミニマルさであったりとか、かっこよさっていうところにすごく惹かれていて、かなりね、発表されてから結構未だにずっとね、迷ってるような、そんな機種になっています。で、あまりにもね、高価なカメラになるので、気軽にね、やっぱり買うことはできません。なので、今回はちょっとね、あのカメラを買うためにね、資金調達をしていけたらなというふうに思っております。はい。で、どういうふうにやっていくかっていうところなんですが、この子たち。はい。ちょっと厳密にはこれではないんですけど、売却をしようと思います。はい。機材の入れ替えですね。不要になった、使わなくなったものを手放して、そしてずっと欲しかった念願のね、RX1 Mark III を購入できたらなと思っていると。というのも最近ね、このオフィスに移転してきました。はい。アキヤミニのサブチャンネルでね、この3つの動画が上がってたと思うんですけど、皆さん見てくれました？オフィスのね、引っ越し Vlog 全3話分ね、お届けして、このね、オフィスの大体のね、様子もね、最終話では見れるような感じになってるんですけど、ありがたいことにね、こういった仕事をさせていただいてますので、いろんな機材をね、提供いただくこともあれば、もちろん買うことがほとんどなんですけど、それに伴ってね、こう、後継機が出たり、新しいものが出たりとかで、こう、使わなくなってくるっていうのもね、もちろん出てきます。そういった時に、やっぱりね、売却っていうところがね、必然と、通る道だかなと思うんですけど、今回もちょっとね、たくさんのものをね、売却をして、念願のね、あのカメラを購入できればなと考えております。ということで、不要になったガジェットカメラをね、売却していこうと思うんですけど、今回も買い取りいちごさんにお願いをしていきます。はい。いちごさん、皆さんご存知でしょうか？去年かな、ちょうど今ぐらいの時期にですね、この動画で売却させていただいた買い取りいちごさんというところにね、今回は査定をお願いしようと思います。実はね、あの動画でもう何百人という方がね、僕の動画を見て一緒にね、売却までしてくれたみたいで、いちごさんからすごい反響でね、今回もぜひということもあって、今回ね、タイアップということで、またね、取り組みをさせていただくことになったんですけれども、改めてね、買い取りいちごさんについてご紹介させてください。買い取りいちごさんというのはですね、商品のね、買い取りとか、使わなくなった不要になった製品のね、買い取りであったりとか、あとは最近はね、販売もされています。で、結構買い取りのね、幅が広くって、ガジェットとかカメラっていうのはもちろんなんですけど、インテリア系とか、バッグとかファッション系とかね、結構あらゆるものまでね、買い取りしてくれているので、不要になったね、カメラガジェット以外にもいろんなものをね、送りつけることができたりします。で、基本的に買い取りのね、流れとしては、まずは LINE で査定をしてもらいますと。これめっちゃ楽で、もうね、機種名と状態をね、ざっと送っていくだけで、大体の金額出してくれます。で、より詳しく知りたいという方は、写真とかをお送りすればね、詳しく出たりするんですけど、LINE でね、簡単に査定をしてもらうこともできます。で、そこから実際にね、商品を送ると、最終的な額が出るんですが、その商品を送るときに、こっちでね、まとめて送ってもいいんですけど、梱包材を送ってもらうこともできたりします。しかも着払いでね、お送りすることもできたりするので、プチプチとかさ、梱包材買うのもめんどくさいなってなるじゃないですか。それを一旦送ってもらって、でそこにね、パッキングしていくっていうようなこともできたりします。僕もね、実際に段ボールを送っていただいて、一つ一つね、自分で、箱とかね、ない商品もめちゃくちゃあるので、ただね、この箱とかもなくても、全然ね、特にね、買い取りの額に影響はなかったりはするので、本当に気軽にね、まとめて梱包して着払いで届けると、めちゃくちゃ簡単なステップになっています。で、その後に本査定が出ますので、そこの査定額に納得いったら売却が完了。一方で気に入らなければ、そのまま返送をもちろんね、初払いか次は、でしてもらうこともできたりするので、めちゃくちゃシンプルなものになっていて、わざわざね、実店舗に行く必要もなく終わるというね、ここも魅力的なところかなと思っております。で、僕実際に事前にね、もう梱包して送りつけてきました。はい、たくさんのね、機材を、実際にね、まとめてお送りしてきたん
で、僕がね売却していく機材がどういったものになるのかちょっとね、皆さんにご紹介、確認チェックしていけたらなと思っています。いや今回ね結構お分かりするものが多いんですが、まずはレンズ、ソニーの EPZ1020mmF4 の G レンズですね。これ APC 用のレンズなんですが、あまりね使う機会がなかった、ちょっとやっぱ暗かったというところでちょっとね使用頻度が減っていたので、これはね泣く泣く手放すことにしました。でフルサイズ用のレンズとしては 20mm70mmF4 の G レンズですね。これめちゃくちゃ良くて万能ではあるんですよ。20mm というね使いやすい画角から始まるんですが、ちょっとね出番がこちらも減っちゃって、それこそ 1625mm と 2450mm の F2.8 の G レンズを買っちゃったので、これでちょっとね済んじゃってて、はい、これはね泣く泣く出品となっています。であとねヘッドホン、バーワーズ&ウィルキンズ、ちょっと読み方あれなんですが、もうデザイン買いしちゃったねこの緑のヘッドホンなんですが、これはねちょっと手放すことにしました。やっぱりね AirPods Max のシームレスなねデバイスごとの切り替えっていうところに慣れてる身としてはちょっとね使い勝手が非常にね音質も良くてめちゃくちゃ気に入ってて、すごいデザイン好きだったんですけど、ちょっとねあまり使わなくなっちゃったので手放すことにします。で続いて Apple Watch Ultra 2のブラックも手放すことにします。というのも僕ねチタニウムモデルをね実際にちょっと購入をし直していて、ちょっと前にですけど、両方はねなかなか使わず、ブラックの方はジムで使おうと思ってたんですけど、ジムだとね、ちょっと僕結局時計がない方がやりやすくなっちゃったので、最近は時計つけていなくて、ちょっとこれはねこれも使用頻度が減ったので、こちらも売却することにしました。そして iPhone15 Pro ですね、 256GB モデルです。これも発売当時にね購入したんですが、今はねもちろん iPhone17 Pro になってるので、使わなくなってるのでこちらは売却をします。でさらに X Real One Pro ですね。これめちゃくちゃ気に入っていたんですけど、めちゃくちゃ好きなんですけど、なんかあんま使うタイミングがなくって、めちゃくちゃいい製品で、製品自体が全然悪いとかじゃないんですけど、あまり使わなくなっちゃったので、はい、ちょっとこちらは手放すことにします。めっちゃ好きな製品なんですけど、そんなわざわざこれかけてみないなっていう感じだったんですよね。これ使えばめっちゃいいんですけど、結局やっぱスマホで見ちゃうなっていうね感じになっちゃいました。でさらにユーグリーの NAS ですね、DXP4800、これは4ベイモデルなんですが、オフィスで8ベイモデルを使っていて、ちょっとねこれ今余っちゃってるのでこちらは売却します。で HDD の NAS4TB それぞれ4つもあったんで、これも一緒に入れておきました。でさらに Apple Watch SE3 ですね、こちらも売却されることにしました。これはね僕の身内が使うという想定で使っていたんですけど、ちょっと買い替えがあったりとかで使用頻度がかなりねなくなっちゃったので、使用しなくなっちゃったので、こちらはね返却しようと思いますっていうね内容が僕のね売却リスト、これをねもう実際に送ってきたという内容になっています。去年のね企画の時に比べてちょっとラインナップは弱めかもしれないんですけど、無事ね RX1 Mark III を購入できるような金額に近づけばいいなと思ってるんですけど、果たしてどうなるかというところですね。でちなみに今回のね買い取り査定金額に関してなんですけど、なんとですね皆さん前回同様にこの空き家ムービーの動画を見たっていうので買い取り金額がねめちゃくちゃアップします。はい、1点でもね買い取りに出せばもう 10% 買い取り金額がアップします。しかも10点以上のね買い取りであれば最大 15% までアップしますので、めちゃくちゃねインパクトあるので、もしね皆さん買い取りされる方は空き家ムービーを見たとねぜひお伝えください。でしかもね前は初回限定のねこのキャンペーンだったんですけど、今回はね何回でもいけるみたいです。はい、何回でもこのねキャンペーン適用できるみたいなんで、最大 15% アップにしてもらえるみたいなんで、実際にね買い取りのリストを送るときには、しっかりとねこの見たっていうところを伝えていただいて、買い取り額をねぜひアップさせていただければなと思っております。はい、ということで実際にね買い取り金額を発表していこうと思います。もう実際に送ってちょうどね帰ってきたタイミングでもうねここにあるんですよ。なので気になる価格を見ていけたらなと思います。ということでオープンドン、こんな感じになっています。すべてちょっと細かく見て、その後にトータル額をね見ていこうと思います。まずソニーの 10mm、20mm が57,500円、結構いったという印象ですね。2070mm が10万円超えですよ。逆に思ったよりいかなかったのが PX8 ヘッドホンが34,500円。これ定価7、8万ぐらいした気はするんですけど、ちょっとやっぱ低いかな。であと Apple Watch Ultra 2も半額とかなってますよね。ただこれ相場としてはね結構高く買い取ってくれてるとは思うんですけど、そもそもの市場の相場が結構低いんじゃないかなと思います。買い取り金額で言うと本当に結構頑張ってくれてるような印象ですね。 iPhone15 Pro なんて86,000円ですからね。いやそんな残んねやっていう感じがします。だからやっぱり世の中のニーズにね、マッチするものに関してはやっぱすごく高そうな感じがしていますね。だと X Real One、 これも結構良くないですか。51,000円までいってますよ。でしかも NAS も55,000円まで来てるので、いやこれは
結構熱いなと思います。で、あとすごいのがアプローチ SE3 なんて2万まで残ってるからさ、もちろんね、出てそんな経ってはないものなんですけど、結構値残り良くないですか？うん。アップル製品やっぱすごい。あとソニー製品もすごいなという印象がありますかね。まあこんな感じですね。で、見ていただいたら分かる通り、今回状態がね、全部、やっぱ新品同様とかではなくて、やっぱ傷もあるし、擦れ傷もあったりすると。でも、これぐらいの金額にはなってるし、ソニーのレンズとかはほとんどね、箱もなかったんじゃないかなと思います。はい。それでもね、しっかりと値段がついてるので、いや、結構頑張ってくれた感じがしておりますが、皆さんどう思いますか？まあ、正直もちろんフリマアプリにね、自分で出そうが絶対にそれは高いと思います。ただ、そのめんどくささ、はい、その一個一個やって、やり取りもやって、で、結局テンパ引かれてみたいな感じになるので、いや、僕はね、もうこの金額がまるっと終わるんだったらね、全然これで、買い取ってくれてありがたいって感じでしかないって感じかな。まあ、強いて言うならやっぱアプローチウルトラ2はちょっと惜しいなと感じるかな。まあ、今3が出てるからね、仕方ないんですけど、まあ、結構高いウォッチなので、この値段だったらね、ちょっとウルトラシリーズはね、ちょっとリセールはそんな良くないんかもしれないですね。で、気になるね、総額いくらになったか、ここなんですけれども、じゃじゃん !48 万9700円でございます。どうかな？もう、十分な資金調達ができたのではないかなと思います。まあ実際にはね、ここからちょっと法人でのね、売却だったり一部するので、ここからね、売却益というか所得税のようなものがね、かかってくるっていうところではあるんですけど、でもね、個人としての資産とかだったらね、めちゃくちゃいいんじゃないかなと、かなりインパクトがある大きなね、資金になるんじゃないかなと思っております。はい。いや、見えてきましたね、RX1M3 が。このね、RX1M3 の、購入価格見てみましょうか。マップカメラで58万7550円ですと。で、今回の売却金額と差額を算出すると、はい、9万7850円となりますので、10万円以下で購入できてしまいそうです。はい、じゃあちょっと買ってきていいですかね、皆さん。10万円だったらね、出せますよね。はい、ちょっと買ってこようかなと思っております。はい、一旦ちょっとじゃあここまでにしますね、今日は。はい、ということで、また次回に行きます。はい、ということでですね、じゃん、購入してきました。はい。いやー、ついに念願のね、RX1R M3 を購入してしまいました。ちょっとね、この喜びの開封をしていっていいですか？ちょっと開けていきましょうか、早速。はい。なんか全然ちゃうな、開け方。今までのソニーのカメラと、ちょっと待って、ちょっと普通の業務、今までのやつのテンションで寄ったら全然ちゃう。ちょっともう一回やるわ。じゃあ開けていきますよ。パカーン。うわ、なんかさ、ちょっと高級感があるっていうか、なんか特別パッケージ感悪くない？なんかライカの開封にちょっと似てる気がする。これもオープンしちゃいますよ。オープン。パカ。あ、これはこんな感じなのか。じゃあじゃん。わー、真っ白。真っ白で中身がタラーン、ちっちゃー。いや、もちろん物は見たことあったんですけど、ちっちゃいなー。ここにフルサイズ入ってますからね。ちっちゃくね、マジで。すごっ。で、一応付属品がですね、これはなんだ？はい、アイピースかな。はい、こんな感じかな。うん。あるないではなんかなかった方がサイズ的にはちっちゃくは済むかな。でもこの、没入感がね、出てきそうです。で、あとはバッテリーですね。そうか。バッテリーはね、ちょっとちっちゃいんですよね。バッテリーのサイズ比べるとこんな感じですね。こっちが FZ100。一般的なね、フルサイズカメラとかでも使ってる、ソニーのね、一番僕たちも10個以上持ってるバッテリーですね。で、この RX のやつがこんなにちっちゃい。半分の FZ50 だったかな。半分ぐらいのサイズになっています。で、もう一個ストラップが入ってますね。これはストラップ使おうかなと思ってたんですけど、どんな感じかな。はい。短めのね、はい、細めのタイプですね。こんな感じで機種名がね、入っていますね。これは割と良さそうではありますね。はい。ではね、これちょっと見ていきましょうか。バッテリー、失礼いたします。SD がこん中なのか。そうか。スロットもないのか。そうやんね。はい。で、ちょっと電源入れていきましょう。オン。バッテリーないか。残念ながらバッテリーがないので給電をねしておきます。その他の外観見ていきましょうか。こんなプレートがあるのか。で、レンズね。うわー、いいね。F2 の 35mm のツワイスのゾナーのね
レンズになっています。レンズは前のね、旧型から変わってないんですよ。今回めちゃくちゃいいセンサーなんですけど、その解像度がどれぐらいいけるかっていうのはね、ちょっといろいろ見ていきたいんですけど、レンズはめちゃくちゃ良さそうですね。最短も20センチから35センチで無限円で切り替えれますね。ここか。このトルク感やば。すごい、めっちゃ高級感ある。ここ重っ。ここめっちゃいいやん。いやこのコンデジえぐいな。めちゃくちゃちっちゃいな。C2 ちゃんと比較するとこんな感じのサイズ感です。いや C2 でもだいぶちっちゃいよ。でももっと一回り以上ちっちゃいね。うわーこんな感じです。はい、どうですか皆さん。いやサイズ感えぐいな。そんな RX のねスペック出していくとこんな感じになっております。このカメラねなんと6100万画素、α7R5 と同じね、解像度センサーをね搭載しているというところで、中身がとにかく妥協のないね1台になっていると。でちょっとね使用感みたいなところはねちょっと別でしっかりとレビューは作りたいと思ってるので、そういったところはね今回省くんですが、スペック的には Beyond XR の画像処理エンジンと AI プロセッシングユニットも入っている。で 4K のね動画撮影もできたりとか、クリエイティブルックがね最新の FL2、3とかもね入ってる感じになるので、色とかもねたくさん楽しんで楽しむことができると。何より解像度が6100万画素ありますので、トリミングができるというところで 35mm のね単焦点レンズしかついてないんですけど、ズームはもう編集でねやっちゃえるといったところが、このねカメラの特徴というか強みなのかなと思いますね。てか思ったんですけど、このね上面のこのシャッターダイヤルにレディースボタンね自分で好きなのつけれるようになってますね。この辺がやっぱコンデジっぽい遊び心があってすごく良さそうな感じがしますね。もちろんこれマイクもつけれるしストロボもいけるホットシューだし、ちょっと気になるのはこのファインダー倍率が 0.7 倍になりますので、C2 と同じねファインダーだと思うんですけど230万ドットぐらいのものなんで、ちょっとここら辺のね綺麗さっていうのは、あんまり期待はしてないんですけど、でもないよりはあった方がいいかなというところで、モニターはねもうこの固定になるので出てこないんですけど、ここは僕はもう割り切っていいかなと思ってますね。ちょっと充電溜まったかなと思うんでつけていきましょう。来ました。はい来ましたちょっとだけ見てみようか。ボケるなあ。シャッターフィーリング。こんな音なんか聞いてください。結構好きかも。でファインダーが確かにちょっとちっちゃいな。そんな没入感はやっぱないかな。いやでも作りはやっぱ値段そうな感じはしています。でもやっぱでも高いなこれは。40万台ぐらいでしょうせめてって感じはするんですけど、でもねちょっといろいろとたくさん使ってみようかなと思います。でですね皆さん今回ね僕はソニーストアでねこれを購入したんですけれども、実はですね買取いちごさんがですね販売サイトもね今できてるみたいなんですよ。今までね査定に出して売却はできていたんですが、そのいちごさんが買い取ったものを購入っていうのがね多分できていなかったんじゃないかなと思うんですけど、今はねその販売サイトで商品を購入することもできるみたいです。でこれ結構見てみたら専用ショップがさ結構安くて多分ほんまにフリマアプリとかとも比べても結構最安値ぐらいのものが多い印象で、在庫状況にもよるんですけど、僕が見た時とかはねほとんどすぐに売れていってるような感じがしていて、価格がね結構低めなので、そこにねドンピシャなねカメラとかガジェットがあるかはわからないんですけど、ちょっとね覗いてみても楽しいかなと思うんで、よかったら皆さんチェックしてみてください。もともとねいちごさん販売価格めちゃくちゃ安いんですけど、今回専用クーポンくれました。しかもアキアムービー独占クーポンになってます。僕ら限定でもらうことができたっぽくて、クーポンコードアキアムービーをお持ちでね入れていただければ、なんと10%オフで購入することができるみたいです。結構相場の最安値ぐらいの価格設定なのが 10% オフになるので使ってください。よかったら。無理して買う必要はねないと思うんですけど、自分に必要なものなんか使いたかったものがあったで査定に出して思ったより高く売れたっていうね場面、僕のようにあると思うので、そういった方はぜひね購入までしていただくといいんじゃないかなと思いますので、ぜひですねこちらも使っていただければなと思っております。ということでねこの RX1R Mark III を使ってですね、ちょっとここからね軽くスナップ撮影していきましょうか。実際に何が撮れるかっすよね。そこが知りたいし、僕もこれをねちょっと楽しみたいんで、ちょっとね撮りに行きたいと思います。ということでね、それでは早速 RX1R Mark III を使っていろいろとスナップ撮っていきたいと思うんですけど、なんとね今僕は星のや竹富島に来ております。ここに泊まってたんですけど、今からねちょっと朝食に行くので、そのね様子とかから始めたいと思います。マジでねこの宿素敵すぎるんですよね。これなんなんやろ。こんなんここ全部ね私有地で敷地内でね宿泊者しか入れないんで、すごい素敵なところ。うわーでここがプールサイド。うわーめちゃくちゃいい。
わら、あらら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 。写真撮影時はもう基本は A モード、シャッタースピードを自動にして僕は撮ってます。めちゃくちゃいいやん。気持ちいい。芝生がふっかふか。あれなあ、よきよきよきまる。こっち側よきやな。えぐいな。素晴らしい。で、ここがね、ラウンジなんですよ。24時間空いてる。くつろげたりね、ドリンクとか、なんか軽食をね、食べたりすることができたりします。ピンクハイビスカスあるじゃん。ピンクのハイビスカス。じゃじゃん、来ました。こちらのパンですね、赤ワインでできますので、いつでもお申し付けくださいませ。はい、ありがとうございます。こちら洋食ブレックファストと、僕は和食、おかゆブレックファストです。なんか風邪ひいてる人に美味しそう。食べましょうか。で、こういうね、テーブルフォト撮るときにめちゃくちゃいいのが、ここですね、物撮りの時とかには寄れると 0.2 から 0.35 で撮れるので、すごい寄った撮影ができるはず。いただきます。うん。美味しい。美味しい。はい、ということで、めちゃくちゃ素敵な宿でした。めちゃくちゃ良くないですか？こっちにね、ベランダ、庭があって、全部屋ね、この庭の感じも違うし、こっちにはね、お風呂、浴槽があって、向こうにはね、寝室があるというね、最高のお宿。星のや竹富島さんに宿泊しました。最高でした。ありがとうございました。ということで、竹富集落の方へ行こうと思います。ということで、レッツゴー。チャリンコを借りました。今からね、竹富島の市内を巡っていきたいと思います。お、八重山そばがあるぞ。ガタガタ。うわ、わ、わ、お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 。わあ、気持ちいい。気持ちいい。めっちゃ天気いいな。最高やな。気持ちいいな。うわあ、うわあ。めっちゃ綺麗やん。透明やな。うわー、これはやばい。これは鳥がいありますね、皆さん。こちらが西桟橋というところですね。うわー、いいじゃない、いいじゃない。うわー、綺麗、透明度すごっ。あそこに乗り捨てられた船があるんですけど、見る？拡大したら見えるかな？うわあ、めちゃくちゃ花咲いてるやん。かわいい。何の花なんやろね、これ。綺麗。野原草。民宿なんだ。民宿なんや。なんかさ、ちょっと触るような感じしてみて。あ、そうね。いいじゃん、いいじゃん。すごい年季が入った車。うわ、すごいな。いつから動かなくなったんやろ。うわ、いいね。めっちゃいい場所やん。にこれいいよ。ちょっと上向いて。うん。はい、ということで、ちょっと八重山そばを食べに来ました。なんかやってるね。あ、やってないな。ただの音やな。スピーカーやな。じゃじゃんということで、八重山そば大盛りが来たんですけど、ちょっとでかすぎたかな、これは。撮ってみよっかな。あ、でもいいね。いただきましょう。行きましょう。2人で1つね。さすがに多すぎるからね。さっき朝ごはん食べたばっか。ほんまに。あんまお腹空いてないけど。茹でてあげる。いいね。いただきましょう。
どう？うん。うんうん。うん。おいしいおいしい。うん。はい、ということでですね、今回は RX1R Mark III を使って竹富島、スナップ撮影をしてみました。結構ね、いい感じにたくさん撮れましたね。で、昨日、一昨日も、結構ね、撮ってたんだよね。うん。だから、割と撮れ高もあって、まあ、こんな感じでね、いろんなバリエーションでね、撮影できて、やっぱこれ軽すぎやし、とにかくこの小ささでフルサイズの絵が出るっていうのが、マジでめちゃくちゃ、やっぱね、もう分かってたことだけど、めちゃくちゃいいなと思いました。どこが好きだったこれ。なんか、うん初心者でもうん。簡単にいい感じのが撮れる。まあ、そうやんな。背景もボケやすいしな。あと AF もやっぱ効いてくるから、やっぱソニーのコンデジの意味合いっていうのはめちゃくちゃね、あるような感じはしておりますね。で、まあ、このね、カメラに関しては、詳しいレビュー動画というか、ちょっとね、まあ、改めて使用感はね、まとめる一本の動画を作ろうと思いますので、まあ、そちらもね、楽しみにしていただければなと思っております。はい。で、何よりもね、今回このカメラをね、購入することができるようになった、その売却をね、たくさんしたので、変えたんですけど、僕も。まあ、皆さんもよかったらね、買い替えたい方とか、ちょっと使わなくなった機材ね、手放したいというものがあれば、買い取りいちごさんにね、ぜひ査定を出してみてください。で、なんならね、今年は購入のね、サイトの方で、使えるアキアムービーのね、クーポン、独占クーポンをね、もらうこともできましたので、10% オフでね、購入できますので、ぜひよかったらね、こちらもチェックアウトしてもらえたらなと思っております。まあ、そんなところかな。で、ちなみに今回見ていただいたね、作例は全部、僕のプリセット、ソニー、プリセットパックのものを使っていて、まあ、6種類のね、プリセットを楽しむことができるような、そんなものになっています。で、このプリセットはね、もうソニーカメラに専用設計していますので、自動的にソニーのクリエイティブルックを読み込んで、かなりね、いい色に仕上げることができると思うので、ぜひね、よかったら使ってみてください。同じようにね、ラットパックもあるので、それらを組み合わせた両方のバンドル、ソニークリエイターズバンドルっていうのも、販売しておりますので、よかったらね、こちら興味ある方はチェックしてもらえたらと思います。ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。